皆様こんにちは、おともです。今回は巨都侵攻戦力軍シナリオで遊んでいこう。アクロバティック軍師、芝中達が行く。武器はこちら。標準武器ですね。まあ順当だな。力武器の遊びも楽しいけど、ここは体力維持あるし。安全重視。主力の連2ループはスのリーチでも割かし戦いやすいけどね。ちなみに5スペシャルだと紐状武器は不具合のせいでリーチが伸びません。そのためリーチがちゃんと伸びる芝居で遊びたいなら、無印をやりましょう。無印、PS2 版、PSP 版でどんどん選択肢が狭まっていく悲しみ。最終的には愛と力武器だけが友達さ。安心しろ、今回は鉄士芝居の全盛期が舞台。その高いハードアクション力をクローズアップ。長期戦や体力維持もなんのその。のらりくらりと勝ち筋を手繰り寄せていくそのしたたかさ。ここ巨都呂布軍にてたっぷり拝ませて信ぜよう。その10本の鉄士が、装備の大軍をも絡めとる。翔介、何も案ずることはない。俺がソースを倒し、お前の願いを叶える。宝泉様。はい、私は宝泉様を信じております。よし、正門を突破しろ。細工はいらん。敵を全て蹴散らせ。相手はそうそう。無論迎撃の準備も万全かと。敵の動きに注意して進まれよ。雑魚を蹴り出しザモンへと進まれよ。それで攻撃のパワーが出ましょうな。それじゃあ始めていこう。まずは総攻撃派とここに一人で制圧。いつも通りだな。しかしその乗ってから冷や汗が垂れる。立ち上がりの連部1から副将所属武将付きの軍団を倒さないといけないからね。かなり過酷。しかし芝居ならそんな緊張感とは無縁。そこまででもねえだろ。口の小さい回避に、範囲が広くゲージ回収もしやすいハビットだし、すでにそこそこ牽制力のある連2と、カードは揃っておる。ミリ残っちゃった。私が討ち取った。調子乗らないけど総攻撃派。全部もそこそこ上がったね。そんじゃあ制圧。副長と拠点成長を違い決闘。この巨人、我が策に組み込んでやるとしよう。巨都に一人で制圧。追加の伝書も確保。次は早々とニアピン。敵軍団を動かすぞ。私の挑戦。行っちまったか。これもうリセットだろ。先行とは関係ないから無視でよし。この。軍略に生きる王子。短気身をさらすか。水教よな。なんか珍しいセリフっすね。地味に早々から芝居に専用セリフ組用意されてんのよね。芝居伝の伏線かね。史実で早々は芝居を評価は低く警戒してたから、そっちじゃない。戦いが望みとあれば、容赦せぬぞ。超人を倒します。味方がそこそこ削ってくれたおかげであとは押し込むだけ。残像一発でいけそうだ。よしよしエリクビ使うんだ。このままいい感じに削し。手なすんじゃねえよそのボケだー。ああもうめちゃくちゃだね。っていうか今のは見えてたろ。ミニマックで近づいてるの見えてたし。そういう日もあるんだよ。まあいい、邪魔者は消した。ちょいとラグりつつ超人撃破。これで一安心。に一人でがすでに奪還されておる。急いでなんか組を迎撃せねば。第一肉を食べに行くぞ。体力維持あるんやぞ。さすがにとかんと。これでよし。超人だけ片付けちゃおうか。援軍とは片付けない。打ち破りしましたぞ。なんか横取りされたわ。あるある。ついでに観光も引き殺し、やっと迎撃できる。だいぶ降りちゃったな。まあしょうがない。ここで戦い体力をぐっと抑えて誘導。射撃拠点の範囲から逃れましょ。そうそうこの辺、とりあえずゲージ貯めてっと。それじゃあ始めるか。若者ね。さあ始まった芝居 VS15 軍団戦。この芝中達から巨頭のモップにせよ。まずはランプで削っていきます。芝居の長押しランプは敵に性能は良好だけど、横範囲が狭い。3から10連目までずっと横範囲入るだもんな。そうそう。このため狙った敵以外を削りづらいのが難点。またそれゆえに肩持ち兵をマスコに撃破しづらいのも辛いところ。その対策として有用なのが、同じにこの陰りは兵所での戦闘。敵兵が密集することで、攻撃範囲が狭くてもマスコに削りがしやすくなる。肩持ち兵の削りも促進。自前の攻撃範囲が狭いなら、その分環境を狭めてしまえってことか。手札に何ありでも、やりようはあるんだよ。まだ誰も倒せてないけど斧が広いため、悪くない。この調子で戦い続けよう。そして落石発動じゃ、岩の力を見よ。しょぼすぎませんか？ちょっと言ってますよね。効果時間や穴の音のにしぶすぎる。だからここには発動時のゲージ回収オーラが乗ってき。そうそう。この巨面の壺で発動すれば、結構変わりますよ。すごいは巨岩極み持ち。だから巨岩が転がってくれれば、本体もそう無理。まあ
無投入のゲージ回収力と重歩でランプをつなぎ、ゆっくり地道に戦いつつ、敵将を倒していきましょう。幸いその方のパーツラは非常に優秀。多少際どくても安全に戦いを続行可能。この戦こそが、無双後芝居の強さって感じだな。激しく飛躍的&弾き飛ばし、素早くゲージをリロードぜ。意外と岩でもゲージ溜まってんだな。初年効果が生きてるね。おかげで釣り場も打ててる。ランプが打ちやすいって素晴らしいね。敵将もだんだん目に見えて削れてきた。ゆっくり勝利が近づいてきてるのがわかるかね。当たらない。一休み。修造さん、しかしほんと撃破数伸びねえな。3000円も稼いでるのにまだ300人かよ。それね、芝居は主軸の技がみんな勢力なんだ。それゆえにこういう状況はよく起こる。攻撃技ってイントランプ締めくらいだもんな。あのあんなん。ただそれでも敵と新規を倒し。消費も撃破、これで戦闘域達成。そして敵も残り少なくなってきたね。殲滅までもう一息。ほんとリロードは早いな。投資スキルのいいだけこれで。快適。無双といえば豪快な範囲技や大火力ばかりが目につくけど、こういう堅実さが売りの性能の、また一興。結局ああいうのは勝ちへの近さってだけだからな。その過程が楽しめるものかどうかってのが、ゲームとしては一番欲しいもの。そしてそのカタリストこそが、ハードアクション要素が強化された無双5で、より表現できるようになったことだからな。話を戻して残り敵将3人。みんな瀕死状態。あとは押し込むだけじゃ。加工トン撃破、あと2人。見えてんだよ。私が討ち取った。有用をかっこよく立ててフィニッシュ。最後はお前じゃ。移動的軍団殲滅完了。長かったぜ。あれだけいた敵軍団が、みんな消えてしまった。まさに葬儀が芝居続くに掌握されていく様を、追体験するようだな。それはちょっとどうだろう。このまま西から悠々と敵本陣を目指しましょう。道中に敵将が一人だけいるから、それだけ片付けようか。今更内門向上し始めるのか。撃破セリフ渋滞でイベントが遅れてたからね。ここではよくあるある。全て叩き壊せ。曹操はこの奥だ。お、しびれてくれた。運がいい。それじゃあ遠慮なく。ごちそうさまでした。ほんと威力は高いんだよな。威力は、でも棒立ち真正面オンリーじゃさすがに使いにくい。指名外完全怠慢用で、大集団に使えないのもったいないよ。使い手がないわけじゃないんだけど、強攻撃でやってほしいことではない。まあいい、残るは曹操軍団だけだ。所属武将に分裂される前に本陣に急がねば。いよいよ最終決戦。最後まで気張っていこう。世と陥落まであと一歩。人中最強の欲とともに臨む兵士の聖戦。そんな世界線もあったかもしれない。時系列がめちゃくちゃなんだよな。さあ、話を戻して最終戦始めるぞ。そうそう。その強慢をくじき、私が全てをつかむ。まあやることはさっきと変わらないですね。堅実に戦い続けてランジにつなぎ、そのまま倒す。良くも悪くもこのままだ。気を抜めずに戦い続けるべし。弾き飛ばしが気持ちいい。凍結筋で紙広めにヒットできるのが強力。特に目が飛ばさず気絶効果だから、凍結チャンスが2回。それにゲージ回収量もバッチリ。これをしっかり活用しておくことが、勝利への近道。いやしかしレンズの楽しさって、やっと弾き飛ばしの楽しさだと思うんだよな。全攻撃でガシガシ手数を叩き込み、迫り来る妨害を踏んでで抑え、弾き飛ばしでなぎ払う。これが気持ちよくてたまらない。まあ実際はガード崩し攻撃が飛び交いまくるから、回避とランジへの依存が重いんだがな。しかしこういう楽しさはオリジンズでも存分に発揮されておる。みんなやってますか？新3月のそうオリジンズ。大人も楽しんでおりますよ。まあまだ全然序盤なんだけど。軽く進めろよ。いやあの世界にどっぷり浸かれるのが心地よくてさ。改める原体験って感じ？この心地よさを長くかみしめたいんじゃ。練習やりとり周回モードに入っちゃうと、良くも悪くもゲームの実態と直面しなきゃならなくなるから、それはまだ、当分先でいいかな。ゲームの遊び方はいろいろってことだな。当分は他の人に頑張ってもらおう。さあ話しつつ早々の虫の息。これでフィニッシュ。早々撃破。これで攻略完了です。体力維持しながらの長期戦をさばききったな。したたかで強いぜ。無双後芝居。任せたぞ。芝居。敵将、私が討ち取った。造作もないわ。クリアタイムは9分36秒です。しっかり10分蹴り。
いいぞ。しかし戦闘中はちょっと間延び感感じてたけど、実際はそうでもないんだな。着実に勝ち筋は進んでいたのだよ。それにここは硬いハイパー武将少ないからね。火力の低さは目立ちづらい。古老艦呂布軍とかやったら、また変わってきそうだな。というわけで安全に姿勢を紡ぎつつ、文字通り勝利を手繰り寄せる無双語決死芝居。みんなも使ってみてね。それではご視聴ありがとうございました。